皆さん、こんにちは。今日は、ホークウォリアーが、喧嘩で北朝鮮で殺されかけたエピソードを紹介します。暴れん坊の喧嘩屋のホークに、北朝鮮で起こった危険な出来事について解説します。ホークが、なぜ、殺されかけたのか。相手は誰だったのか。そして、その当時のロードウォリアーズや、ホークウォリアーの置かれていた状況なども解説します。このチャンネルでは、プロレスに関する情報と、プロレスラーのエピソードを紹介しますので、チャンネル登録をお願いいたします。北朝鮮での試合。1995年4月、アントニオ猪木は、北朝鮮でプロレス興行を行いました。ピョンヤンのスタジアムで行われた興行には、たくさんの人々が詰めかけました。プロレス史上最多記録を作ったほどです。アントニオ猪木は、リック・フレアーと試合をしました。参加したレスラーは、新日本プロレスの面々、スコット・ノートン、スタイナー・ブラザーズ、そしてホーク・ウォリアー、さらに、女子レスラーのブル中の、北斗晶、豊田真奈美らも出場しました。ホーク・ウォリアーという男。この北朝鮮で行われた興行は、アニマル・ウォリアーは参加せず、ホーク単体での参加でした。実はこの時、ロードウォリアーズは活動休止状態でした。当時 WWF を主戦場としていたウォリアーズですが、ホークは薬物検査に3度引っかかったことにより、WWF を退団すると言い出しました。パートナーのアニマルに相談なしで、ビンス・マクマホンに退団の意思を伝えました。何も聞かされていないアニマルは激怒しました。ホークはアニマルに詫びつつも、自分のライフスタイルをとやかく言われるのが嫌だと言い、WWF の選手への監視体制に、息苦しさを感じていることをアニマルに伝えました。また、以前いた NWA よりも稼ぎが減っていることを挙げ、マサ斎藤を窓口に、新日本プロレスに移籍する話を進めている。ロードウォリアーズとして、新日本のリングに一緒に上がろう。とアニマルを説得しました。この提案にアニマルは了承しましたが、この直後行われた試合で脊椎を負傷した。アニマルは長期欠場を余儀なくされてしまったのです。単身で新日本のマットに上がったホークは、佐々木健介のパワーウォリアーとのタッグチーム、ヘルレイザーズを結成しました。このヘルレイザーズもアニマルに相談なく、ホークが勝手に話を進めたためアニマルに激怒されました。ホークはあくまでもアニマル復活までのつなぎであることを釈明して、アニマルに詫びを入れました。これらのエピソードからもわかるように、ホークはあまり細かいことを考えずに行動するタイプで、その時の気分、自分の感情を優先していました。いい言い方をすれば、自分の信じた道をまっすぐに突き進むタイプ。悪く言えば、周りへの配慮ができないタイプと言えるかもしれません。北朝鮮での喧嘩。ホークは破天荒な性格なので、死ぬような目にあったことも多くあります。山道を車で猛スピードで疾走し、横転事故を起こしたこともあるし、ラリった状態で真冬の湖にボートを出し、湖に落ちそこまで沈み死にかけたこともありました。喧嘩のエピソードも多く、ジャンボ鶴田とトラブルになり控え室に殴り込んだり、マサ斎藤と一緒にアメフトの選手と喧嘩をして、相手をボコボコにしたなんてこともありました。しかし、北朝鮮のトラブルは、ホークから仕掛けたのではなく巻き込まれたという感じで、少し気の毒と言えます。ホークとトラブルになったのがフライングスコーピオ。元 NFL 選手で、ベイダーと同じチームにいたことから、ベイダーと意気投合して同じ道に進みました。ベイダーの紹介で、新日本プロレスにプロレス留学生として初来日。フライングスコーピオの名でジュニアヘビー級の選手として、頭角を現しました。バネのある軽快な動きが特徴で、身長185センチ、体重105キロ。後に全日本プロレス、ノアで、スコーピオのリングネームで活躍した選手です。アメリカでは WCW でタッグ王座を獲得しますが、団体内のトラブルに巻き込まれクビになり、マイナー団体 ECW に移籍しました。
実は、スコーピオは WCW をクビになったのは、ビッグフレアが原因だと思っていて、フレアを激しく憎んでいました。そんなスコーピオもフレアが参加する北朝鮮のイベントに呼ばれていたのです。この2人のいざこざに巻き込まれたのがホークでした。北朝鮮のホテルから会場に向かうバスで事件は起こりました。スコーピオと同じバスに乗ったホークは、フレアがホテルから出てきたのを見つけました。ホークは NWA のジムクロケットプロモーションにいたことがあるので、フレアと仲が良かったのです。フレアの仕事ぶりに対しても、リスペクトしていました。ホークは、フレアは、俺と一緒のバスに乗りたいから、俺を探してるのかもしれないと言いました。フレアは、北朝鮮に着いた時、パスポートを取り上げられて、とてもビビっていました。ホークはそれを知っていたのかもしれません。ホークのその言葉を聞いてスコーピオは、いきなり強い口調で言いました。あいつはクソ野郎だ。このバスに乗せないでくれ。いきなり絡まれたホークは訳がわからず、なんだってと聞き返しました。聞こえなかったのか？あいつはクソ野郎だ。このバスに乗せないでくれと言ったんだよ。わかったか？と強い口調でホークに言いました。いきなり偉そうにスコーピオに言われたので、ホークは切れました。フレアとスコーピオの因縁を知らないホークは、こいつは何を言っているんだ？頭がおかしいのか？という状態になり、売り言葉に買い言葉で、黒人を侮辱するワードをスコーピオに言いました。それを聞いた途端、スコーピオはホークの顔面を5、6発殴りました。新日本の若手がスコーピオに飛びかかり止めました。スコーピオはそれを振りほどき、ホークに飛びかかり、ホークの目に指を入れました。そして、目を負傷したホークの顔面に蹴りを入れました。スコーピオはただ身軽なだけではなく、喧嘩もできるレスラーでした。ホークもスコーピオに攻撃を加えましたが、スコーピオはホークの打撃をかわしました。若手が再度2人に飛びかかり、2人を引き離しました。やられっぱなしでホークが黙っているわけがありません。しばらくして別の場所で、今度はホークがスコーピオに殴りかかり、また喧嘩になりました。新日本の若手がまた止めに入りました。このクソ野郎。ってやる。スコーピオはホークにこう言いました。スコーピオの憎悪はフレアからホークに向けられるようになりました。必ず決着をつけてやる。スコーピオは決意しました。その夜、夕食を食べたレストランに、ステンレス製の箸がありました。スコーピオは、その箸を1本持ち出し、部屋に戻りました。部屋で、その箸を研いで、突き刺すことのできる凶器にしました。その時、同じ部屋だった男が声をかけてきました。何をしているんだ？クリス・ベノワでした。ナイフを作っているんだ。これで、あのクソ野郎を刺してやるんだ。スコーピオが言うと、クリス・ベノワは、やめとけ、とけ、フォークをしたら、北朝鮮から帰れなくなるぞ。そう言ってスコーピオを諭しました。考えてみればそうだと。スコーピオは少し冷静になりました。クリス・ベノワは12年後、妻と子供をして自殺しますが、この時は正常でした。そして次の日の夕食後、2人は対峙しました。ここで決着をつけるのか？スコーピオは言いました。懐に昨日作った凶器を一応忍ばせていました。2人は無言でエレベーターに乗ると、ホークは黒人を侮辱する言葉を使ったことをスコーピオに詫びました。薬が切れてイライラしていたんだと。スコーピオは、君の謝罪は受け入れるが、東京に戻って君が決着をつけたいならそうしようと言いました。その後2人が戦うことはありませんでした。後にスコーピオは得意げにこう言いました。日本に帰ってきて私は戦う準備ができていた。しかし実現はしなかったが彼は俺に殴られてスコーピオには手を出すなということを学んだんじゃないかなと。しかしこのスコーピオの発言を鼻で笑う人物が一人いました。
当時、一緒に北朝鮮に行っていたスコット・ノートンでした。ノートンはこう言いました。ホークは当時 C 型肝炎になったので、インターフェロンという薬で治療を行っていました。このインターフェロンの副作用で体調を崩していたんです。もし、ホークが 100% の状態だったら、おそらくスコーピオをしていたと思いますよ。スコット・ノートンとホークは学生時代からの友達だったので、ホークの強さを誰よりも知る人物でした。実は、ホークは十分に殺菌されていない注射器を使ったため、C 型肝炎になったとアニマルの自伝でも語られています。インターフェロンの後遺症で常に発熱したような症状でひどい状態だと。アニマルに電話で報告する描写が自伝に出てくるので、ノートンの言葉に信憑性があります。この事件の後、アニマルは復帰し、ロードウォリアーズは再結成されますが、ホークのお薬問題に常に悩まされることとなります。ホークの強さと独特のセンスは、ベイダーをはじめ、たくさんのレスラーに影響を与えました。いけないお薬にはまらなければ、ロードウォリアーズはもっとすごいチームになっていたでしょう。それが残念でなりませんね。はい、ということでございまして、ホークウォリアーについてでした。もし、クリス・ベノワが何も言っていなければ、一体どうなっていたのでしょう。スコーピオも危ないやつでしたね。今日登場したレスラーの思い出やこんなことを知ってるよという方は、コメント欄にどんどん書き込んでくださいね。全部読んでます。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。